子供って時々理由がわからないまま強い感情をぶつけてくることがありますよね。いえ、時々ではないご家庭もあるかもしれません。そんな毎日の中でママと子供だけで過ごす時間がとても辛く感じる瞬間があります。その辛さを言葉に出してしまったらダメな親なんじゃないか、そんな風に自分を責めてしまったり、他の人はちゃんと子育てできているのに、そう思ってしまうこともあるかもしれません。正直辛いですよね。子供の癇癪の中には泣き叫ぶ、床に寝転ぶ、何を言っても通じない、そんな場面もあります。もう無理、そう感じてしまうママが悪いわけではありません。むしろそれはママの心と体が限界に近づいているサインでもあるんです。特に外出中の癇癪は家の中よりもずっと辛く感じることがあります。それはきっと人の目が気になるからではないでしょうか。周りにどう思われているかな、ちゃんと育てていないと思われないかな。私たち人間は人にどう見られているかをとても気にする生き物です。ここでどうか覚えておいてほしいことがあります。ママは自分を責めなくていい。そして私は一人じゃないということ。でも心が疲れている時ほどこのことを思い出すのは難しいですよね。実はママを一番苦しくしているのは目の前の癇癪そのものよりも、どう思われるだろうというママ自身の心の中の声であることも少なくありません。もしほんの少し余裕があれば、こんな問いを心の中で投げかけてみてください。私は今誰のために焦っているんだろう。答えを出さなくても大丈夫です。ただ気づくだけでいいんです。幼児の癇癪はわがままでもしつけ不足でもありません。幼児期は感情をコントロールする脳がまだ発達の途中なんです。言葉で気持ちをうまく伝えられない、疲れている、眠い、環境の変化についていけない。そんな時、溢れた感情が泣く、怒るという形で外に出てしまいます。これは成長の途中で起こる自然な反応です。癇癪の最中に落ち着きなさい、泣かないで、そう声をかけても実は子供にはほとんど届いていません。まず大事なのは止めようとしないこと。できることはとてもシンプルです。安全を確保する、そばにいる、静かに呼吸を合わせる。それだけで子供の心は少しずつ落ち着いていきます。ここでよければママも一緒に呼吸をしてみてください。ゆっくり息を長く吐きます。そしてゆっくり息を吸います。吐く呼吸を少し長めにすると副交感神経が優位になって心が少しずつ落ち着いてきます。ママの呼吸が整うと不思議とその落ち着きが子供にも伝わっていきます。そしてもう一つ、完璧にやらなくていい。自分のことも子供のこともそう思ってあげること。人の目を完全に気にしないというのは難しくても、一瞬だけ人の目を横に置くという選択はできます。今一番大切なのは周りの評価ではなく、目の前にいるあなたとあなたの子供です。人の目や不安で呼吸が浅くなっているとき、そんな時にそっと助けになってくれるのがプチグレン精油です。プチグレンは緊張した神経を緩めてくれる、イライラした気持ちを鎮めてくれる、呼吸を深くしやすくしてくれる、眠りにつきやすくしてくれる、そんな働きが期待できます。特にママと子供両方に使いやすい香りという点が大きな特徴です。
ただし精油を使うときにとても大切なことがあります。幼児には精油を原液で塗布したりしません。ティッシュやコットンに1滴、部屋の少し離れた場所に置く、それだけで十分です。香りがある空間を作るだけで大丈夫。外出中に使いたい場合はキャリアオイルで薄めた精油を持ち歩いて、ママ自身が手首などからそっと香るのもおすすめです。子供の手首に少しつけて香ってもらうのもいいでしょう。癇癪の時間はママの失敗ではありません。それは子供が成長している証であり、ママが毎日頑張っている証です。香りは問題を消してくれる魔法ではありません。でもママの呼吸を取り戻す助けにはなります。子供の不安な気持ちを和らげたいとき、リラックスさせてあげたいとき、寝つきが悪い夜にも、どうか一人で頑張らずに、いろいろなものを取り入れながら子育てをしていってください。そしてママ自身の心もどうか大切にしてくださいね。もし今日の時間が一人じゃないと感じるきっかけになっていたら、それだけで十分です。またここに戻ってきたくなった時のためにチャンネル登録やいいねでそっと残してもらえたら嬉しいです。